はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではベトナムのメコン川に行ってきました。橋が見えてきました。こちらメコン川に架かる橋です。今回もベトナムです。今回の動画最後まで見ていきますと、海外撮影ベトナムホーチミン、ベトナムで最高層地上81階建てランドマーク81、1泊2日朝食ビュッフェ付き62階の角部屋、こちらがバルカになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。私は現在ベトナムホーチミンに来ております。ホーチミン滞在3日目。これまでは正面に見えているホテルレベリーサイゴンホテルに泊まっておりました。今日はこれからホテルを変更、また次のホテルに向かいたいと思います。泊まるホテルはランドマーク81、東南アジアで2番目に高層のビル、その中にある5つ星ホテルです。早速タクシーに乗ってホテルに向かいましょう。乗るのはこちらのタクシー。先ほどチェックアウトしたばかりのホテルレベリーサイゴンホテルのスタッフにお願いしてタクシーを呼んでいただきました。You chose one luggage? Yes, one luggage. Ah, okay. Also can for you. Oh, thank you very much. Xin chào. Yeah. 無事にタクシーが出発しました。ベトナムホーチミンで比較的安全なタクシー2種類あるんですが、そのうちの1つビナサンタクシーに乗っております。ちなみにもう1つ安全なタクシーはマイリンタクシーです。この辺りは高層ビルが多いですね。現在建設中のようです。ホテルが見えてきました。向こうに見える大きなビル、あちらが次に泊まるホテルです。Ah, entrance. Oh, okay, ここ。There. Yeah. Thank you. お釣りをごまかされましたが、無事にホテルに到着です。本日泊まるホテル、インパールラグジュアリー、ランドマーク81。かなり高層のビルですね。地上約460メートル、81階建てのビルです。5つ星ホテルということで、入り口には星が5つ飾られております。館内に入りました。今日宿泊予定だと伝えると、スタッフの方が案内してくれました。内装非常に綺麗です。エレベーターホールに到着です。こちらも豪華な作りですね。ホテルのロビーに向かっております。ロビーがあるフロア、何階だと思いますか？ぜひ予想してみてください。もし予想が外れたという場合は、私のインスタと X をフォローしてください。もし予想が当たったという方は、私のインスタと X をフォローしてください。ということで、ロビーに到着です。ロビーは48階でした。48階でチェックインをするのは人生初めて。ちなみにこの動画を撮影した時期、2023年の12月末。なのでクリスマスツリーが飾られております。ちなみに48階からの景色はこんな感じです。今正面に見える建物、こちらが昨日まで2泊していたホテルです。あそこからタクシーに乗ってこちらまでやってきました。あそこのクレーンの上で逆立ちをしているのは私の透き通る彼女のお父さんです。現在私はチェックインをしております。チェックインをしているとこちらのお飲み物をいただきました。謎のピンク色のドリンク、私の口には合いませんでしたが笑顔で飲みました。大人ですね。チェックイン完了しました。それではお待ちかね、お部屋に移動しましょう。今回泊まるお部屋は角部屋の客室62階のお部屋です。お部屋に到着です。インパールラグジュアリー、ランドマーク81、62階の角部屋のお部屋です。広範囲にわたってカーテンが敷かれております。こちらの62階のお部屋、1泊2日、朝食ビュッフェ付きでお値段約49,000円です。
それではこちらの62階のお部屋、詳細を見ていきましょう。まずはお部屋の端っこの方から、端っこには小さな椅子、そして丸テーブルが置かれております。こちらの椅子は窓に面してまして、景色を楽しむための椅子のようです。反対側の角、こちらにも椅子とデスクが完備、ウェルカムレターや新聞冊子、時計などが置いてあります。続いてはベッドに参りましょう。こちらのお部屋にはベッドが2つ置かれています。おそらくセミダブルベッドです。ベッドの間は距離が空いてまして、ベッドとベッドの狭間、ベザマが広いタイプ、ワイドベザマ、ワザマです。海外で初めてワザマに遭遇。ワザマの間を進んでいきますと、ベッドの枕元、ベ元に到達。こちらのベ元には、液晶画面で操作できるマシンがありました。お部屋のライトや空調を調節することができます。ハイテクですね。さらにそのお隣にあったのは、こちらのお菓子。ベトナムのお菓子でしょうか。早速食べてみましょう。そしてベッドに寝そべると、ご覧の通りテレビがこんにちは。壁に備え付けられているタイプのテレビです。今度はクローゼットを見ていきましょう。お部屋のクローゼットは、ベッドのお隣にあるタイプ。一番端っこの方には引き出し。そして反対側の方は、セキュリティボックスやバスローブ、ランドリーバッグが置かれています。今度は入り口付近をチェケラしていきましょう。こちらに置かれていたのはコップたち、ワイングラス、ケトルやコーヒーマシンもありますね。お水も2本置かれてまして、ペットボトルではなく瓶での提供です。手前にはエスプレッソマシンやコーヒー、紅茶が置いてありました。そしてその台の下にはこちら、冷蔵庫です。冷蔵庫はコンパクトなタイプ。中を開けてみますと、ご覧の通り、お飲み物たちが出迎えてくれます。お水に炭酸水、ビール、おつまみもありますね。こちらは無料だと思っていただこうと思ったんですが、しっかりお金を取られるようです。それでは続きまして、洗面所の方を見ていきましょう。洗面所はお部屋に入ってすぐ右手です。こちらが洗面所、左手にバスタブ、正面に洗面台、さらにその隣にはシャワールームとお手洗いがあります。凝縮されてますね。お風呂はこんな感じです。割と大きめのバスタブです。お風呂は後ほど夜に入りたいと思います。シャワーの水圧はこんな感じです。ホーチミンという感じの水圧です。今度は洗面台の方にやってきました。洗面台にもお水、やはり瓶に入ってますね。洗面台は割とコンパクトです。左のケースの中にはアメニティ。そのアメニティのラインナップはこちら。歯ブラシに櫛、髭剃りキット、シャワーキャップやヘアバンドなどが置いてあります。こちらの青い液体はマウスウォッシュです。こちらはお手洗い。とてもシンプルなトイレです。ウォシュレットはついておりません。そしてお隣にあるのはシャワールームです。それではお待ちかね、お部屋からの景色を見ていきましょう。62階からの眺め、どんな感じなんでしょうか。こちらのお部屋は角部屋。今まで泊まったホテルの部屋で一番カーテンが多いお部屋です。早速開けていきましょう。カーテンオープン。一面ガラス張りのお部屋。カーテンで隠れていて見えませんでしたが、めちゃくちゃ開放的ですね。高所恐怖症だったら無理かもしれません。下の方までよく見えますね。ご覧の通り、テレビがあるところ以外は全てガラス張りになっています。日当たりもいいですね。大変綺麗なパノラマビューです。今下に見えている川、こちらはサイゴン川です。こちらの方面には高層ビルも見えますが、すべて見下ろす感じ。やはりこちらのホテル、高さが段違いなのが一目瞭然です。下を見ますと、車が米粒サイズ。私は高いところは平気ですが、それでもやはり少しヒヤッとします。それではちょっと外に出まして、併設しているショッピングモールをチラ見したいと思います。1階にやってきました。1階からはお隣のショッピングモールに行くことができます。早速行ってみましょう。
ショッピングモールに到着です。ホテルのすぐ下にショッピングモール。これは便利ですね。かなり大きなショッピングモールです。今私の目の前に見えてきたのがこちら、ユニクロですね。私が着ている全ての洋服のブランドです。今度見えてきたのはこちら、スケート会場です。ベトナムにスケート会場があるんですね。屋内のスケート会場。皆さん非常に楽しそうに滑っております。私は久しくスケートを滑っていませんが、ダジャレでは滑っております。スキー。今日はこれからベトナムにある遊園地に行く予定です。その様子はまた別の動画でお届けいたします。そちらもぜひご覧ください。夜になりまして、お部屋に帰ってきました。62階からの夜の景色、こちらもチェケラしましょう。外の様子はこんな感じです。ライトアップは少なめ。結構暗いですね。ネオンが広がってるかと思いきや、全然広がってませんでした。暗闇なのでちょっと怖いですね。あちらのお部屋は客室。私の一つ上の階の客室です。それではもう夜遅いので、お風呂に入りたいと思います。お風呂から上がりました。カーテンをすべて開け放ちまして、今ベッドに寝そべっております。窓の外は真っ暗。朝日が差し込むことを期待して、今日はこのまま寝たいと思います。それでは寝ます。おやすみなさい。朝になりました。ご覧の通り、正面に太陽。日が昇ってきてますね。非常に綺麗な景色です。太陽と私、同じ目線にいますね。現在時刻は8時20分。めちゃくちゃ眠いので、また寝ます。おはようございます。二度寝しました。現在時刻は10時40分です。朝の太陽はさらに上がりまして、もうかなり高い位置に行きました。今日も非常にいい天気です。そしてめちゃくちゃ暑そうですね。それではこの後は朝食会場に向かいましょう。もうお昼に近い時間ですが、朝食を食べに行きたいと思います。到着しました。朝食会場、オリエンタルパールです。席に案内いただきました。案内いただいたのは窓側の席です。Thank you。少し横に目を向けますと、ご覧の通り、景色がこんにちは。今までの朝食ビュッフェ会場の中で一番高い位置にあります。ちなみにこちらは66階です。現在時刻は11時。朝食会場非常に賑わっております。早速ビュッフェ一発目、取りに行きたいと思います。まずこちらはパンのコーナーです。ファンタチーランド。英語っぽく言うと、ファンタチーランド。ファンタチーランドは豪華なラインナップ。チョコレートがかかったクロワッサン。クリーム付きのいちごデニッシュ。アーモンドクロワッサン。シナモンロールもありますね。左側に見えてきたのはドーナツです。マフィンもあります。いろんな種類のパンタチーランド。かなり豪華です。今度はお隣のコーナーを見ていきましょう。こちらはフルーツのコーナーです。ドラゴンフルーツにパイナップル、リンゴにバナナ。こちらの真ん中のフルーツは何ですか？輪切りにされてますね。その他ライチやスイカもあります。こちらは乾いた人たち。シリアルのコーナーです。シリアル。丁寧に言うと、おシリアル。おシリアルと一緒にいろんなドライフルーツも置いてありました。体に良さそうですね。シリアルにかけるミルク。さらにそのお隣はヨーグルトです。
こちらはミューズリー、オーツ麦やドライフルーツ、ナッツなどで構成されるシリアルです。ミューズリーを逆から読むと、リズーミ、チーズのコーナーにやってきました。チーズのコーナー、略してチーナー。手前にはエッグタルトでしょうか。こんがりと焼かれています。それでは続きまして、メインのお料理のコーナーを見ていきたいと思います。こちらからマッシュルーム、ハッシュブラウンにベイクドポテト、さらにその隣にはトマトの上には緑の粉、おそらくバジルとチーズだと思われます。奥にはチャプチェもありますね。こっから先は日本であまり見ないお料理たち。これは黄色いライスですか？そして今度はドーナツ的なもの、揚げパンみたいですね。続いてはこちら、カレーソース的なもの、サンバーと書かれています。続いてはベイクドビーンズです。こちらに入っていたのはオートミールです。こんな感じの容器に入っているオートミール、初めて見ました。周りにはお砂糖やブラウンシュガーがあります。さらにそのお隣に見えてきたのは、我らが味噌汁です。味噌スープ、おネギや海苔、お豆腐も置かれています。お隣にはお粥も完備。それでは最後にお飲み物のコーナーを見ていきましょう。ビュッフェ会場大変広く、お飲み物は端っこの方にあります。まずはスイカジュース、オレンジと人参のミックスジュース、そしてパイナップルジュース、王道のオレンジジュースにドラゴンフルーツが入ったミックスジュースもあります。さすがはベトナム、いろんな種類のフルーツジュースがありますね。ビュッフェを取ってきました。こちらが一発目のラインナップです。まずはオレンジジュース。いろんなフルーツジュースがありましたが、やはり私はオレンジジュースが好き。とてもいい色ですね。さらにベーコンとソーセージ。ベーコンは大変カリカリ。フルーツはパイナップルとグレープフルーツ。そして今度は茶色い人たちです。チャプチェにハッシュブラウン。そして謎の輪っか的なやつ。この謎の輪っか的なやつは結局なんだかわかりませんでしたが、お味はつみれみたいな感じです。フライにされてますので、外がとてもサクサクです。そして最後はバインミーです。中の具材はこんな感じ。シャキシャキのお野菜がたっぷりと入っています。フランスパンもサクサクで、さすがは本場の味。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ビュッフェ一発目はあっという間に食べたところで、2回目のビュッフェに参りましょう。続いては、シェフが目の前で作ってくれるコーナー。こちらに参りたいと思います。シェフのお料理コーナーにやってきました。ビュッフェ会場には2箇所お料理コーナーがありまして、こちらはまずは1つ目。こちらでは卵を使ったお料理を作ってくれます。オムレツにスクランブルエッグ、目玉焼きのラインナップです。卵は平飼いの卵を使っています。卵を調理する音、めちゃくちゃ美味しそうな音です。今度はもう一つのコーナーにやってきました。ベトナム料理のコーナーです。ベトナムのフォー、そして春巻きを作ってくれるようです。早速注文しましょう。Hello, can I have this one? And also beef four. Beef four, please. まずはビーフフォーから、あちらが私のフォーです。そしてもう一つはベトナム風春巻き。あちらが生地ですね。非常に薄くて熱々の生地です。そしてその生地の中に具材をぶち込んでいきます。ぶち込み終わったら巻いていきます。巻きタイム。こちらのヘラ、ツタヤの T ポイントカードみたいですね。巻きタイムが終わりましたら、食べやすいサイズに切っていきます。た切ります。た切ります。た切ります。取ってきました。シェフが作ってくれたお料理たち。さらに追加でオレンジジュースを2杯取ってきています。こちらはお箸です。かなり長めのお箸。箸長おじさん。まずはベトナムのフォーからいただきましょう。自由にトッピングができまして、私はパクチー、ガーリックチップ、そして揚げパンを乗せました。めちゃくちゃいい匂いが漂ってきます。それでは早速食べましょう。こちらのベトナムフォー。やはり出来たてということで、かなり美味しいです。ベトナムの本気を感じますね。パクチーの風味も最高です。フォーの中にはライムも入ってまして、その酸味もちょうどいいです。あともう2杯くらい、おかわりしたい味です。そしてもう一つはこちら、ベトナムの春巻き。こちらも食べていきたいと思います。ベトナム滞在中に食べたお料理で、こちらの春巻き、一番美味しかったです。生地がとても柔らかい。中にはポロポロとしたお肉が入ってまして、このお肉との相性も抜群です。生地がふにゃふにゃしてますが、そのふにゃふにゃ食感も美味しかったです。ちなみにお隣に添えられていたのがこちら、お肉的なもの。食感ははんぺんみたいな感じで、お味はハムでした。チリソースにつけても美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ということで今回はベトナムホーチミン地上81階建てビンパールラグジュアリーランドマーク81、こちらに1泊してきました。5つ星ホテルで大変豪華。特に62階からのお部屋は非日常でとても景色も良かったです。モールにも併設していて便利なホテル。もしホーチミンに行く際にはぜひこちらのランドマーク81候補の一つにしてみてください。ベトナムホーチミンの動画、次が最後の動画です。こちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見て良かった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。またね。ご視聴サンキューありがとうシェイシェイ。 YouTube メンバーシップを始めました。ぜひ概要欄からご確認ください。その他サブチャンネル、もっともっとボビーマイハマー、音声配信ボビーのレディオ、ボビーのノート、ボビーのオンラインショップ、これらも載せておりますのでぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。